Produced by Camus. イニシャル D や映画激走バトルキングでもおなじみの箱根椿ラインにやってまいりました。SG ですよね。左に、右に N 抜け、こうダウンの激しいヒアピンコーナーを抜けて、いやー、ここはサイドブレーキしたいでしょう。改めましてメルと言います。30年前、元走りや AE86 に乗る闘技小僧でした。現在はレーシングシミュレーターアセットコルサを使って30年前当時私自身が乗っていた AE86 を再現した車に乗り日々夢のようなシミュレーターで峠を走っております。ということで本日はイニシャル D や映画激走バトルキングでもおなじみ箱根椿ラインへやってまいりました。この展望台はアネスと岩田スカイラウンジと言われ箱根ターンパイクと椿ラインをつなぐ展望台となっており映画激走バトルキングの冒頭シーンで、主人公高場良一と友人の純が掛け合うシーンでもおなじみのロケ地でもあります。まず皆様に告知です。ML チャンネルでは KMAS 公式サイトでシミュレーター製品が常時 5% オフで買えるクーポンコードも発行しております。またセール期間によっては最大 15% オフコードも発行しております。ちなみに本日の深夜0時より12月1日から3日間KMAS 製品が 15% オフのクーポンコードを発行しております。ぜひお見逃しのないようよろしくお願いいたします。これからシミュレーター製品をお考えの方に、このチャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。ちなみに本日私が着ているのは新作の ML オリジナルパーカーです。この ML チャンネルのコメントでハートマークを50個集められた方に漏れなくプレゼントいたしますので、お気軽にコメントをお寄せください。では新作 ML パーカーを着て現地椿ラインのレビューいっちゃいましょう。はい。では先ほどのですね、展望台アネスと岩田スカイラウンジから、2分ほど私走ってまいりました。ですね、ここからこの上の標識ですね、この青い標識から、椿ライン下りの、スタート地点となります。ご覧のようにですね、比較的アセットコルサの椿ラインとですね、ほぼ同じ、感じですね。ほぼ再現されていると言っていいのではないでしょうか。椿ライン下りでですね、グリップで、攻め込んだりするとですね、結構路面が、アップダウン激しいので、グリップがですね、タイヤが結構路面に取られてしまいがちなんですよね。そういったところもおそらく、再現されているのではないかなと思います。ここから右に緩いコーナーが続いて、ここからちょっとストレートがあってから、SG ですよね。左に、右に、抜けて、で、繰り返しになるかな。そうですね。繰り返しの、S 字になっております。このあたりもほぼ再現されておりますし、で、ここからですね、結構このあたりって、アセットコルサでも結構タイヤ取られてしまいがちなんですよね。で、ここから軽い、ストレートが続いて、この高速左コーナーを、抜けていきます。私、法定速度を守っておりますので、かなりスローに走っておりますが、ここで、ちょっとトラックを、抜かせていただきます。はい、ごめんなさい。で、ここが、SG、ヘアピンですね。右のヘアピンコーナーを抜けていきます。ここは、アセットコルサだと、ドリフトすると結構気持ちがいいコースですよね。コーナーですよね。で、ここから、下っていきながら、ここで右の直角コーナーですね、を抜けていきます。ご覧いただくように、ほぼ、アセットコルサの、EK、椿ラインにしても、PK にしても、結構再現されているのではないかなと思いますね。で、この辺りというのが、私、アセットコルサでグリップで走った時は、左コーナーでですね、抜けていくと、
比較的タイムが出しやすい、コーナーが連続しておりますので、ブレーキを引きずりながらですね、走るととても面白い、コーナーが連続していますね。ここも、右を抜けて、走っていきます。で、ここからですよね、次の左高速コーナーまでのストレートが続いて、で結構下ってるんですよ。で、ここで、アセットコースターであれば、完成ドリフトを決めて、とても気持ちがいいコーナーになっておりますよね。で、ここから右に抜けて、で、私、気分は、ここで2速ギアでですね、攻めておるつもりです。ただ、私が乗っている車は、日産のアリアですので、電気自動車ですので、ギアシフトというものは存在しませんが、ちなみにこの余談ですが、日産のアリア、なんとですね、今ガソリンが高騰していると思いますけれども、このアリアの場合ですね、満充電にしても、約3000円程度なんですよね。で、ちなみに500キロ程度、走ってくれます。とても経済的な車なんですよね。で、今、ちょっと話は戻りますが、この辺りのコーナーって、アセットコースターは、86の場合だったら、4.7 のローギアであればですね、3速で結構踏んでいける、コーナーが連発しているんですよね。で、ここからは確か、3速で踏みながら、ここも、軽く、ほぼノンブレーキで3速で行けるコーナーなんですよね。とても気持ちがいいコーナーで、このまま左で抜けて、行く場所です。で、ここで、アセットコースターの場合であれば、2速にシフトダウンして、で、ここでブレーキングドリフトをしながらですね、コーナー突入して、で、この辺りは2速で、ここですね。こちらで、2速のブレーキングドリフトをかましながらですね、抜けていくという、今、私、運転している最中が、もう頭の中は、ガンガンに今2速で踏み込んでいる、コーナーですね。ここは3速で抜けていきながら、ここもコントロールしながらですね、壁いっぱいに寄せながら、違うか。ここは、ここでブレーキングですね。ブレーキングドリフトを入れて、で、ここを抜けていくと。で、ここがここも2速か3速ですよね。で、走っていって、で、このロングのストレートがあって、この先が、右のヘアピンコーナーですよね。これはもう映画バトルキングのようにドリフトをかましたいところのコーナーです。いやー、ここは踏みたいな。サイドブレーキ引っ張りたいですよね。サイド、頭の中はサイドブレーキを引いております。で、ここで、少しストレートが続くところになりますよね。で、ここがちょっと少し乗り上げた状態で、グリップを気をつけながら、ちょっと自転車がおりますので、自転車の方をちょっと気をつけながら、私走って参ります。で、ちょっと抜かさせていただいて、で、ここから、左コーナーですよね。ちょっと下りながらの、アクセル、ペダルをですね、意識しながら丁寧に踏んでいく、場所でもあります。で、この辺りも結構、映像をご覧のように、結構路面がですね、うねってるんですよ。ですので、アクセルを実際にガンガン踏んでいってしまうと、本当にちょっと吹っ飛んでいってしまうような、路面になっていますね。で、ここから、ストレートがあっ
で、ほぼアセットクルサの方でも再現されてますよね。で、ここで、スバティライのこの分岐をですね、クリアして、で、ここで直角、右の直角コーナーですよね。で、ここを、抜けていき、で、ここから左の、さらに左ですね。で、ここから下りながら、少しストレートが続く場所ですよね。で、ここも右コーナーで直角で抜けて、この辺りはほぼ直角コーナーが続く、ここ2連、S 字か。S 字で、抜けていき、で、右の直角コーナーですよね。ここも結構、ここが、左の、ここが連続の左ですね。で、ここで、少し、下っていきながら、で、で、左に抜けて、S 字ですよね。私、たまにここでガードレールに突っ込んでしまう箇所でもございますが、で、下りながらストレートで、ここもですね、ブレーキ強めに踏んで、抜けて、で、ここもブレーキを強めに踏みながらクリアして、で、右の、コーナーを抜けて、で、もう次のあたりでヘアピンじゃないですか。有名なコーナーですよね。で、ここで、ダウンの激しいヘアピンコーナーを抜けて、いやー、ここはサイドブレーキしたいでしょう。いやー、そうですね。とても気持ちがいいヘアピンコーナーですが、ここで左を抜けて、左ですね。もう一部はブレーキングドリフトですよ。皆さん。で、最終コーナー右を抜けて、で、あとはひたすらストレートの、ゴールとなりますね。はい。ということで、今回は私自身がイニシャル D の神奈川遠征のバトルステージでもあり、映画、激走バトルキングの舞台でもあった、椿ラインの下りに行っての、アセットコルサのコースモッドとの比較検証を行ってみましたが、本日の動画もいかがだったでしょうか。今後も私、元峠族として、直接現地に出向いて参りたいと思っております。ここまでご覧いただいた方はチャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。